今回は太陽系最後の惑星、海王星のお話をしていくね。実はこの惑星、とっても不思議な発見の物語を持っているんだよ。数学が導いた惑星、1800年代、天文学者たちが天王星の軌道を観察していたら、なんだかおかしいことに気づいたの。何か見えない大きな天体が引力で影響を与えているんじゃないと、そこでフランスの数学者、ユルバン・ルベリエが望遠鏡も使わずに数学の計算立てでその未知の惑星の位置を予測したの。1846年9月23日、ベルリン天文台のヨハン・ゴットフリート・ガレがルベリエの計算した場所を見てみたら、本当にそこに新しい惑星があったの。まるで宝の地図を頼りに宝物を見つけたみたいだよね。この新しい惑星の名前はギリシャ神話の海の神ポセイトンから海王星って名付けられたの。実は天王星の次の惑星だから、天王星ウラヌスの息子である海の神にちなんで付けられたんだって。素敵な名前だよね。海王星は太陽からすっごく遠くて、地球から太陽までの距離の30倍も離れているんだよ。地球からの距離は約45億 km、大きさは地球の約4倍。木星や土星ほどじゃないけど、それでもかなりの巨人さんなんだね。そして海王星の1年は地球の165年もあるの。発見からやっと一周したくらい長いよね。青い色の秘密、みんなが一番気になるあの綺麗な青い色の秘密、実は大気の中にあるメタンという気体のせいなの。太陽の光がメタンを通るとき、赤い光が吸収されて青い光だけが反射されるの。まるで空が青く見えるみたいだよね。なんて話してたら気になる記事があってね。この海王星の綺麗な青色は肉眼で見た真の色を忠実に反映していなくて、研究チームによって惑星の色モデルにハッブル宇宙望遠鏡と地上の超大型望遠鏡の観測データを適用することで、海王星の肉眼的に最も正確な真の色が確定できたんだって。その色はわずかに緑色を帯びた淡い青色。海王星の特徴をはっきり見せるためだったり、暗すぎて見えにくい細部を観察するためにコントラスト補正がかけられ、その結果として実際よりも深すぎる青色が現れてしまったみたい。最新の観測機器でより正確な色がわかるように。でもどの色もそれぞれの目的があって、大切な観測データってことだけは忘れないでおきたいよね。暴風の惑星海王星の表面には時々大暗斑って呼ばれる巨大な暗い渦が現れるんだよ。風の強さがものすごくて、秒速500メートルを超える風が吹いているの。地球の台風やハリケーンの10倍以上のものすごいスピードなんだよ。ダイヤモンドの雨、みんな信じられないかもしれないけど、海王星ではダイヤモンドの雨が降ってるかもしれないんだって。どうしてそんなことが起こるのかって、海王星の大気にはメタンがたくさんあるでしょう。このメタンが超高圧と高温にさらされると、なんと炭素原子がダイヤモンドになっちゃうの。これが重力で下に落ちていって、本当のダイヤモンドの雨になる可能性があるんだよ。すごく贅沢な雨だよね。特別な衛星トリトン。海王星には14個の衛星があるんだけど、その中で一番大きいトリトンはとってもユニーク。なんと他の衛星とは逆向きにすごく傾いて回っているの。捕まえた小惑星が衛星になったんじゃないかって考えられてるんだよ。トリトンの表面では氷の噴水が吹き上がっていて、なんと高さ 8km、窒素の氷が太陽の熱で急に気体になって吹き出してるんだって。海王星の輪、海王星にも土星みたいに輪があるんだけど、とっても薄くて暗いから見つけるのが大変だったんだよ。1984年に発見されたの。暗くても輪があるとやっぱり魅力的だよね。ボイジャー2号の訪問。初めて海王星に近づいたのはボイジャー2号。打ち上げから12年の歳月をかけ、1989年8月25日、ついに海王星への最接近を果たしたんだよ。約4800キロまで近づき、わずか数時間の観測で多くの発見をもたらしたの。大気の動き、磁場の特徴、そして新たな衛星の存在、次々と謎が明らかになったんだよ。以来30年以上、誰も近くで見ていない海王星。
ボイジャー2号は今も旅を続け、すでに太陽系の外へと進んでいるよ。ジェームズ・ウェッブの新発見。2021年に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が海洋星を観測したんだけど、今までで一番詳しい近赤外線の画像が撮れたんだよ。海洋星の輪がはっきり見えて、北極付近では不思議な明るい領域も見つかったの。さらに、大気の動きや雲の様子もよくわかるようになってきたんだよ。この望遠鏡のおかげで、海洋星の神秘的な姿がどんどん明らかになってきてるから、これからが楽しみだね。数学の力で見つけられ、極限の風速を持ち、ダイヤモンドの雨が降る、氷の巨人、海王星、発見から約180年。たった一度の近接探査。人類はまだこの惑星のごく一部しか知らない。今も刻一刻と変化し続ける。この神秘的な惑星の解明は、現代の天文学の大きな課題となっているよ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしこの動画が気に入ったら、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。皆さんの応援が、私の動画作成のモチベーションになっています。また来てね。